こんにちは。ついに最終回です。今回最初に使うキャラは番長とカズイです。スマブラで知った人も多いと思いますが、昔は任天堂、その後マイクロソフトに権利が移ったため、そのマイクロソフトのハードでゲストキャラとして出ることができました。マリオでさえスマブラの最新作に出るまでに番長と共演したことがないことを考えると、ソニックが先に共演してるってすごいですよね。まあ最初に共演したのはディディコングだったりするのですが、しかもレースゲームですし、性能はエッグマンと同じですね。マシンおよびキャラデザインは今でもシリーズ最新作となっているガレージ大作戦からのものなので、スマブラとはちょっと違う感じですね。コースはモンキーターゲット、モンキーボールから3つ目のコースですね。このゲームで最長となるコースです。コースの設計もかなり厳しく、容赦がない、まさに最後の方に出てくる難所となっています。モンキーターゲットとは原作ではミニゲームですね。このようにスタート地点から坂を降り、グライダーで飛行し、着地した位置で点数を競います。アイテムや地形を使って高得点な位置に落ちる必要があり、また対戦モードでは相手がいるところにぶつかると相手を吹き飛ばせるので、かなり面白いモードですね。後出ししまくって落としてを繰り返してリアルファイトにならないように注意。セガではないですが、一応原作の紹介です。番長とカツーイの大冒険はもともとはシェンムーと同じで RPG として作られた作品でした。しかしシナリオからキャラクターデザインまでいろいろと変更があり、最新カード64に合わせて作り直された結果、アクションゲームとなります。一応名残なのか、アクションゲームながらテキストで表現される会話量が多く、いろいろとキャラが印象に残りやすい作品ですね。専用の歌があったり、CG ムービーで流れる CM の豪華さやラッピングトレインが運行したりと、かなり PR に力を入れたものの、売り上げはいまいち。実際遊んでも難易度がとても高いゲームで、子供が楽しく遊ぶのはちょっと難しいです。 PR が派手だったり、動物キャラで親しみやすいと見せかけて難易度が容赦ないところ、セリフの量が多くてキャラが印象に残りやすいのはソニックには似てるかも。私は海外限定作品を全部買ったくらい好きなシリーズで、皆さんにもおすすめしたいです。全部癖が強くて、マイクロソフト製のガレージ大作戦はマシンを作るので、いろいろ設計とかが面倒な面もあるものの、非常に自由度が高く、ミッションのクリア方法も様々と今遊んでも面白いですよ。1と2はスイッチオンラインか Xbox のダウンロード販売で遊べます。オンラインはどこでもセーブ。 Xbox 版はそもそも仕様変更で難易度緩和されてるので、今なら遊びやすいですよ。それでもゲームはちょっと難しいかもしれませんが、美しい世界観、番長とカツーイの絶妙な会話や作品をまたいでドラマが描かれる他の登場人物たちと魅力たっぷりで癖になること間違いなしです。一応現在の扱いみたいな話をすると、スマブラに出て最古ですね。ゲーム業界ではよくあるキャラクター自体は一定の知名度があって、グッズとかも出せるのですが、ゲームが出る気配がないです。せっかく今は過去作の体験ができる環境なので、好きになった人のためにも新作も欲しいところ。最新作のラストは一応次の話につながるような終わり方となっていましたので、続きの構想自体はありそうなんですがね。3周目なので走り方の解説です。最初の坂は全部のパネルに触れるのは無理だと思うので、半分ぐらい触れるつもりでいきましょう。飛び出したら結構長く浮くので2回以上トリップしたいですね。カプセルはブースト中はぶつかっても大丈夫ですが、着地時のブーストでは2つ目のカプセルの近くを通る頃には切れているので注意。バナナの皮はそんなに邪魔な位置にありませんが、これもブースト中なら気にしなくていいです。2つ目の上り坂の後にカプセルがいるので、あらかじめドリフトを仕込んでおきましょう。次の下り坂でも2つ目の後カプセルがいるので、同じ動きで抜けます。ウィリーの必殺技にナレーターがエクサイティングと言いますが、これはエキサイティングをボケた感じですね。余談ですが、番長とカツーイの大冒険初代でも同じネタがあります。偶然ですがネタを紹介できました。最後の上り坂ですが、かなり角度が急なのでアクセルオフかダブルステアが必須です。それらのテクニックを知らないと毎回壁に激突しながら登る場所になりますね。ハンドリングが高いキャラだと少し楽かもしれません。
説は以上です。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。You got racing like that. This just isn't my day. 必殺技は自分で言う。本編ではマシンのパーツをくっつけたり、そこらに落ちているオブジェクトを持ち上げる魔法のレンチを使いジグソーを振らせます。ちなみにジグソーは本来鍵のようなアイテムで、当然攻撃に使うものではありません。本編ならミサイルや卵大砲もあったんですが、見栄えの問題でこれになったんでしょうかね。次使うキャラはアバターです。 Xbox360 の機能で作れるアバターがそのまま登場します。マシンはアバカー720、初期の360のカラーリングそのままですね。ステータスはウィリーと同じです。コースはサンダーデック、ファイナルフォートレスのコース3つ目ですね。軽度の分岐がある以外には狭い通路でこまめなカーブがあったりする実力勝負になりやすいコースです。アバターなんですが、任天堂系のミーと違って360ではゲームの実績やそれ以外の条件クリアでそのゲームに関する衣装が手に入ることがあります。せっかくなので本作の参戦作品のソニックとジェットセットラジオから衣装をつけて遊んでみます。頭が何か変ですが、これ本来は色が肌色のエッグマンなりきり被り物なんですよね。このゲームだと頭目が黒っぽく処理されてしまうようで、世にも珍しい黒いエッグマンが誕生してしまいました。上着はジェットセットラジオのパーツになっています。他にはソニックが印刷された T シャツやエッグマンなりきりコスチュームがありましたね。このアバター機能なんですが、最近はあまりないですよね。一応任天堂は続けているものの、昔ほどは使われないし、以前は必須でもあったぐらいには対応ソフトが多いのに、今では本当に最低限 Xbox の一応アバターエディタは残っているのですが、ほぼ映ることがない上に最新機種だと一部以上は反映されないという問題まで抱えています。ちなみに Wii 版のオールスターレーシングではミーがちゃんと使えるようになっています。モーションとかはこちらとほぼ同じですね。 Wii 版は海外版起動できる環境こそありますが、肝心のソフトを所有していないので残念ながらこの動画では映像が用意できません。ミーに関してもついでに紹介すると、マシンの形状はほぼ同じ。タイヤとかマフラー周りが若干ですが、デザインが違い、マシンの色は白と薄い青、ステータスと必殺技のモーションが完全一致です。でも一つだけ違うところがあって、必殺技の BGM ですね。アバターは静かな感じなんですが、ミーは8ビット風の音楽になっています。レトロゲームの任天堂ってことでしょうか。アバター相性の条件ですが、ソニック4エピソード1のエンディングにてミールを全部拾うとか、ジェネレーションズのボスハードモードを全部クリアするなど、本来の実績やトロフィーではやる必要がないやり込みが要求されたりします。本来やり込んでも証拠が残らない場所にこういった報酬があるのがいいですね。なぜかソニック4エピソード2に関しては実績と同時に取得できるようになっており、ラスボスをノーダメージで倒すと難しい条件ではあるものの、少し物足りなさを感じます。まあスペシャルステージのパーフェクトとか要求されないだけマシですかね。それやられたら無理だったと思います。3周目なので走り方の解説です。最初のコーナーは砲撃が来るので注意。ちょうど飛んでこない外側にダッシュパネルがあるので、外側にいれば大丈夫です。その先の通路とコーナーの途中にはエッグボーンがいます。結構狭いためブーストを出すタイミングに気をつけたいですね。コーナーを抜けた後分かれ道ですが、実は真ん中のレーザーが細すぎてタイミングに関係なくジャンプ台の端からまっすぐ飛ぶと当たりません。なのでショートカットとなる真ん中から行きましょう。そう解説して普通に曲がってましたが、1周目と2周目がやっていますので、やり方がわからない場合は見てみてください。飛んだ後は砲撃が来るので
砲台の動きをよく見ておきましょう。ループを越えた後の左右分岐ですが、左が遠回りでアイテムあり、右が短くてダッシュパネルありです。左は普通にカーブが急なところもあって走りにくいので右がおすすめです。解説は以上です。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。What a show of speed and skill! Can't wait to do it all again. Until then, take care. 必殺技はパーティーパワー。アバター4人が持ち上げて走ってくれます。攻撃ボタンを押すと加速し煙状態になります。ちなみに2番がパレードパワーとなり、同じく4人に持ち上げられ煙が白といった違いがあります。さて DLC を除く最後のコース紹介といきましょう。コースはラバレア火山のステージですね。山というだけあって段差が多く跳ねやすいです。これをうまくトリックに使って走っていくのが大事です。ちょっと長いコースなのでここで先にこのシリーズを終えてみたいな話でもしようと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。再生数やコメントもそこそこあって皆さんセガが好きなようで安心しました。次回作のオールスターレーシングももちろん取り扱いますので、そこでも色々とお話できればと思います。改めて振り返るとセガの最近のリバイバルはすごいですよね。実現してなくてもちゃんと開発者が触れたりしてますし、これが3年ぐらい前に投稿した動画だったらこの作品ももう忘れられたのでしょうかみたいな話題で埋まってたと思います。外部の開発も充実していて、セガが今後どのように作品を展開していくかが非常に楽しみですね。このオールスターレーシングからチームソニックレーシングまでの開発担当だったスモーデジタルは現在開発受付はしているものの年々規模が小さくなり、ソニックレーシングでは実際多くのバグが取り除けないことやサポートを打ち切ってしまい評価を落としてしまいました。クロスワールドがセガ制作であれだけの出来だと思うと、今度セガオールスターが復活するときはセガ制作かもしれませんね。それと動画制作の進捗みたいなのをぶっちゃけますが、これ編集してる今4月後半です。ミッションは省略する予定とはいえ、この後ろにレースゲーム作品も作発、キャラは最低1回は触る必要があり、そこにランブルも来るので結構ハードですね。クロスワールドの発売日が未定ですが、とりあえず5月も変わらず4日に1個ぐらいのペースで公開できればと思います。あ、ランブルはもっと短めに役立つ情報とか試合の攻略とかをできる限り更新しようと思います。それと前に言った公認の話ですが、Steam 版の先行プレイってのは一部の地域がスマホ版配信してるので、そこ向けの話で、どうやら日本はまだ配信前なので配信されてから審査だと思います。4日に一度は物足りない、逆に厳しいという人もいるかもしれませんが、平均的な再生数の推移を見るとこのチャンネルではこれぐらいがいいと思ったのでそうしてます。まあ3日に一度とかにすると編集撮影が追いつかないのもありますが、それとコメントなんかは最新の動画でなくても大丈夫ですよ。気になったり言いたいことがあれば遠慮なくどうぞ。作品や曲で知りたいことあれば質問にもお返ししますので。最後に言っておくと、年始から言った配信が本当にできなくてすいません。撮影と編集で手一杯なんです。ここまで来てしまうとドリームチームは6月にアップデートあってもおかしくないので、あえて寝かせるのもありかもしれませんね。まあもし5月に余裕があればやります。あまり期待しないで待っていただければと思います。3週目なので走り方の解説です。序盤は長いカーブが続きますのでドリフトをしっかりしていきましょう。火山に入ってダッシュパネルの後ジャンプしますが、ここでは空中トリックは不要です。飛びすぎると着地位置がずれて途中で落下してしまい連続で渡れなくなります。吊り橋エリアは火山石が降ってきます。ブースト中はぶつかっても大丈夫なのでドリフトで進みブーストを出せるようにしておきましょう。その先は溶岩地帯になっており、
溶岩の上はダート扱いです。岩のある位置を走りましょう。途中浮き上がることがありますが、クリックするのが難しいので無視でいいです。左側にはアイテムボックスのある足場の、この足場に移るときに溶岩を一瞬踏みますが、ブーストなら減速を相殺できます。解説は以上です。次は DLC の紹介といきましょう。最後に紹介するキャラはメタルソニックです。PS3 と360の限定の DLC で参戦。ソニックの能力をほぼコピーしていますが、ブーストを少し下げてその分がスピードに割り当てられました。かなりバランスがいいので使いやすいです。コースはエッグハンガー、ジャンプ台ギミックを使って空中を進める場所があったり、それ以外の道も途中で分岐することが多い、相手の走る場所が読めないコースとなっています。BGM は宇宙ステージおよびエッグマン基地系で揃っています。ファイターズからの採用もあって嬉しいのですが、レースゲームで流すならこれがいいかなと思ってスペースガジェットにしています。次回作でも実は収録されるステージなんですが、そちらではコスミックフォールが採用されました。メタルソニックといえばレースには縁がある方なんです。もともと最初に登場したソニック CD ではメタルソニックより先にゴールに行くことが勝利条件でしたし、ソニックドリフトの1では未登場なものの2から登場し、ソニック R でも登場しましたからね。今回も出番があってよかったです。マシンのメタルブースターのいいデザインですね。前面と後方が2つに分かれており、後ろが赤でブースターが真ん中についていると、メタルソニックをそのまま乗り物に変えたような作りなのがいいですね。メタルソニック選択時、コース選択時に気がついた人も多いかもしれませんが、あのハイテンションな実況が喋っていません。これは DLC が多分後で制作され音声収録してなかったためだと思われます。メタルソニックが選ばれたのも後から作る際にセリフを考えたりする必要がないのが大きかったのかも。先ほどの話からさらに補足なんですが、楽曲は宇宙ステージとエッグマン系と言いましたが、その中になぜかエッグフリートが入っています。確かにかっこいい曲なんですが、あれは大空が思い浮かぶのでさすがに場違いな気がしますね。宇宙系でエッグマンが連想できる曲にこだわるならクレイジーガジェットとかデスエッグとかでよかったんじゃないでしょうか。エッグフリートは高パートと戦艦を走るパートで分けてクロスワールドで出せそうな気もしますので、そちらで見れることに期待ですね。空中はいけそうなんですが、まだまだ残念なことに宇宙は微妙なんですよね。理由としてはエクストリームギアの存在です。まだライダーズの動画が始まっていませんが、エクストリームギアは空気を使う乗り物です。一応作品によってはあるアイテムと一緒に使うことで無重力でレースをしたこともあるのですが、おそらくクロスワールドのは空気の方でしょう。宇宙系ステージは音楽ももちろん天井を走ったりと楽しい要素が多いだけにレースゲームにも落とし込めそうな要素が多いのですが、肝心の乗り物が引っかかってしまうのがミスマッチですよね。それともドドンパあたりの超技術がそれを解決して奇跡が起こるか先が楽しみですね。というかエクストリームギアはファンサービスにとどまったお遊びなのか、ストーリー上重要な扱いなのかが気になりますね。一応キービジュアルには映っているジェットがストーリーに関わるかで大きく扱いが変わりそうなので、そこらあたりも楽しみです。3周目なので走り方の解説です。スタート直後はジャンプ台が出ている場合は飛んで進めます。ジャンプ台の前にはエッグポーンがいるのでブーストで吹き飛ばしましょう。妨害がほぼ来ない上に空中にもアイテムボックスがあるので飛んだ方がいいです。長いカーブが2連続、エッグポーンはいないしダッシュパネルもないのでしっかりドリフトを止めましょう。カーブが終わると下にも道が見えます。上の方が速い上に走りやすいです。下は少し遠回りですが上に人が集中している場合かダッシュパネルは多いのでブースト性能の高いキャラならこっちもありかな。ちなみに1周目は下を走っています。降りた先にエッグポーンがいます。まあ着地時のブーストで吹き飛ばせるとは思いますが一応注意。
最後は上りのカーブです。ドリフトしながらダッシュパネルを乗り継いで登っていきましょう。解説は以上です。勝利演出と必殺技を見て少し話したら終わりにしましょう。Hungry for more electrifying race action? Course you are. Then don't touch that dial. Not again. 必殺技はマキシマムオーバードライブ。エネルギーポットを前面に展開します。ボタンを押すと加速します。かなり広いためほぼ当たりますが、オパオパとかと違って遠くの敵に攻撃できないのが欠点ですね。余談ですが、名前がチームソニックレーシングのサントラと同名です。最後は DLC を買わないと見れないホーム画面でも映しながら話しましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。途中でこのシリーズを振り返ってみたいな話はしてしまったので、そんなにかけずに終わらせますね。早速ですが、次回は2作目のオールスターレーシングトランスフォームドになります。クロスワールドでも採用されている変形システムが初登場した作品ですね。コースの最低2周は別のところを走る設計で解説が多くなりそうです。新たなセガ作品も参戦していますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。